DP188。ハンダ5手を外す。あー、ちょっと。あり。やばい。はい、どうも始まりました。本日スペシャルゲスト、ギタリスト森本貴弘くん。よろしくお願いします。お願いします。今日ピックアップを交換する系の動画なんですけども、はい、自分でギターをモディファイするのにハマってまして、パーツ類とかは自分でこうネジ回して変えてるんですけど、どうしてもピックアップとかパッド類を交換したいなと思って、数々のエフェクターを作られたハンダの名手、今西さんにハンダをちょっとご教授いただきたく。ハンダは、はい、なるほどなるほど。今日ちょっとお持ちいただいたギターちらっと見せてもらっても、じゃじゃーん。ででん。おー、ストラト。あ、スクワイヤーですね。そうなんです。おしゃれな、なんかその文字、ストラトのキャスターの文字が。ね、可愛いですよね。これ実は僕と同い年で、87年のジャパンヴィンテージと呼ばれるものなんですかね。3シングルなんですけど、ここだけシングルサイズのハムバッカーに変えたい。あ、これやりたい方結構いらっしゃる。このサイズのまま、ハムバッカーのね、中にコイルが2つ入ってるやつがあって、それに変えるとパワーが増す。じゃあやっていきましょうか。ぜひ。今日お持ちいただいたピックアップはちなみに、ディマジオですね、その箱は。こちらですね、ディマジオの DP188CR。ああ、色もちゃんとこれに揃えた感じですね。そう、クリーム色で合わせました。じゃあまずビフォーの音。はい。あ、リアですよね、今日交換するのは。はい、リアです。じゃあリアでお願いします。はい。カリッとした感じ。いい感じやね。そうなんですよ。ちょっとちなみに他のピックアップは若干聞きたいんですけど。こんな感じですかね。なるほどね。じゃあリアでこのモーニンググローリーで歪ませてみます。はい。おー、いいですね。じゃあこれがどう変わるか。はい。じゃあエフェクターとかちょっとこのつまみ同じこのままでちょっとキープしておきます。はい。はい、じゃあやっていきましょうか。はい。ここに道具を用意しておりまして、こちらがハンダゴテですね。先っぽがすごく今熱くなってるんですけども、ハンダを溶かすアイテムです。こっちにあるのがハンダ。すごいいっぱいありますね。ここに練習用の基板を用意したので、抵抗をつけてみて、そのハンダ付けを実際やってみたいなと思います。はい。手順なんですけれども、簡単に言うと、1、2、3、4です。簡単。そう。まずハンダゴテで温める。で、温まったところにハンダを流し込む。流れたぞと思ったらハンダを離す。で、最後にハンダゴテを離す。なるほど。やってみます。はい。1、2、3。で、そこにこう流し込む。で、お、すごい。これでできました。一瞬。なんで最後までハンダを当ててるかっていうところがすごく大事で、ハンダを流し込んだ後にちょっと当ててるとしっかりね、このハンダの表面張力みたいなんですごくね、綺麗な形になってくれるんですね。なので、できたからと思ってすぐピャって離さない。あともう一個ポイントがあって、ハンダを流し込む場所、ハンダゴテがパーツに当たってるこの下にこうくぐらすような、要はハンダゴテにちゃんと当たってないとこいつ溶けないので、なるほど。しっかりこうハンダゴテに当てる。ギターってもうちょっとパーツも大きかったり、あと流し込むハンダ量も結構必要になってくるんですけども、大事なのがハンダを当てる角度。大きいパーツだったり、あとはハンダをたくさんあるハンダを吸い取ったりする時とかってこういう風になんか上からこう点で当てるとなんか全然熱が伝わらなくてうまくハンダ付けできないので、寝かしてしっかりこう面で当ててあげるとうまくいきます。ただこれ寝かしすぎるとね、今度ボディをねちょっと溶かしちゃったりするんで、なるほどなるほど、それは気をつけなきゃダメなんですけれども。あ、いいね。あ、いいね。その焦らずに右手を離したところが、なるほど、ちょっと残すんですね。じゃあこれでハンダのやり方が大体分かったので、実際にギターをやってみましょう。めっちゃ早いよね。すごいですね。それいりますよね。これね、これめちゃめちゃいいよ。これで回してるんですよ。うわーね、これね、もう勝ったらね、人生が華やかになるよ。本当にめちゃめちゃ早いもんだって。いやですよね。ギターやってる方は買ってください、これ。傷つかないようにこうギタークロスとかをね挟んでやる感じですね。全然わかんないです。大
丈夫大丈夫リアピックアップを外すんですけれども、先にちょっと配線外しちゃいましょうか。はい。歴史がいにしえの。いにしえのなんかギトギトすごいですね。ベタベタ。うわー2本線がシングルの場合出てるんですけれども、この白い方がね音の信号がこうピックアップセレクターにいってるやつ、こっちがグラウンドって言っていろんなねパーツが共通になってるこのアースっていうかグラウンドの部分。じゃあ森本君これやります？はい。おお、怖いな。今ついてるハンダを外していくんですけれども、はい、このハンダ吸い取り線っていうここにねハンダが吸い付いてくれるっていうアイテムがあって、これも概要欄に載せておきますけどもね、この幅がある程度こう太いやつがいいんですよね。これあと 3mm って割と細くはない。ちょっとねこのねボリュームポットのところにいろんなピックアップとか、あとこの裏側のねスプリングのところのグラウンドとかが全員集合してるので、これちょっと難易度高いので、ここだけ僕ちょっと取ってわかりました。お手本で取ってみますね。ありがとうございます。こう上からこういう風にこう当てるのが一番いいかな。こう上からこうギュッと押し当てるんですね。でさっき言った通り面で当てないとなかなかねこう吸い取らなかったりするんで、溶けていきます。そう溶けていく。である程度吸い取ったらこうやって取れるので、じゃあ森本くんやってみましょうか。一応端っこのやつがはい、リアピックアップです。上から結構ねギュッてやっていいです。押し付けるというか、あ、そう結構ギュッて力かけて、あ、そうあ、取れてる感じが、あ、うまい、取れた。これでネジを緩めてしまえば外れました。早い。一瞬。これ難易度高いやつきたぞ。おっと、先っぽが分かれてくれてない。ここをこうちょっとハサミでこうギュッてパチンって切っちゃわないようにグッて持って、ここをね回して均等にこう圧をかけてここをビュッて取る感じなんですけども、はい、でわめっちゃうまい。マジですか？うまい、素晴らしい。大丈夫ですか？すごいできましたね。赤色が音声信号、緑色と銀色の線はグラウンドにつないでくださいということが書いてあります。で残りの黒色と白色はタップしたりしない場合はもうその黒と白をひっつけてくれれば OK ですと書いてあるので、この辺りでどうぞ。これギュッてしちゃっていいですか？でそのままビュッと引っ張ると取れました。やったー、 OK できました。じゃあここに書いてあった通りブラックとホワイトはもう合体させてくださいということなんで、はい、ブラックとホワイトだけ持って先っぽをこうくるくる束ねちゃいます。ひっつけたところをハンダ付けしちゃってください。めっちゃ緊張するんですけど大丈夫。落ちないですか？落ちない。これ一回置くんですか？そう、一回置く。全然もうなんかなでしていいかも。あ、そうでそこに流し込む。あ、いい感じもうガンガンいっちゃってください。あ、そうあ、終了で OK です。いついた、完璧。今ちょっと先が長いので切っちゃってください。これぐらいで。あ、そうですね。これ触ったら熱いですか？熱くない全然これを絶縁しとかないとどっかにピトッとひっついちゃうと良くないので、はい、テープとかを巻きつけて絶縁するんですけれども、今日はね熱収縮チューブっていうのがあったので、はい、これをちょっとかぶせてライターとかなんかそういうので炙ってもいいんですけど、こう熱を与えるとこう収縮するっていうチューブが売ってます。はい、つきました。はい、じゃああとはこの緑と銀色のやつ、これがポット側にこう束ねる形になるので、はい、1個に束ねちゃいます。でこっちの赤色、これをセレクターにつければ完成です。なるほど。で予備ハンダっていうのをしておくとこの後すごく楽なんですけれども、予備ハンダっていうのは先にここに少しハンダをつけておくんですね。でそうすると何がいいかっていうと、ハンダがついてるパーツってハンダ付けめちゃめちゃしやすいんです。もうなんかハンダでもひっつこうみたいな感じですぐひっつくので、これも温めて、いいですね。OK。であとはもうハンダ5手でちょっとね鳴らしてあげてください。完璧。なるほど。うまい。ありがとうございます。ネジからバネがあってピックアップなんですよ。ここに乗せちゃう。ここかっていう部分でしっかりこう押してあげて、その状態でネジを締める。でちょっとでも回して穴に入り出せばもうこっちのもんなんで。いった？いきました。入りました。いった。やった。これが一番難しかった。いい感じ。じゃあ作業も終盤ですね。いきましょう。この緑と銀色のこれボリュームのポットなんですけども、
ここの銀色のところは全部このグラウンドなので、はいまあ、どこにつけてもいいんですよ。ここにつけてもいいし、ここにつけてもいいし、今回ちょっと新たにここにはいハンダをこう持って、そこにこうペチャッという風につけてみようかなと。で温める時はね結構もうベタっと寝かしますが、ちょっと他のねはい。配線材とかに当たってないかを気をつけつつ、でそこに流し込む。こんな感じでしょうか。あ、いい感じ。そこに両方ね同時に温めるっていうか、もう上から押さえつける感じでいいの。しばらくずっと押してると溶けます。あ、溶けた。はい。そう、しばらくずっと押して、じゃあハンダ後手を外す、右手を外す。あー、抜いちゃった。お、こんな感じでついしょうか。た。そうおーし、難所は超えたので、じゃあ最後。はい。お、通りました。通った、オッケー。そうハンダゴテの下にくぐらす。いいっすね、いいっすね。わあ、うまい、激うまい。マジですか。うまかった。ありがとうございます。できたー。じゃあこれをちょっと配線だけね綺麗にやってピックガードを閉じてみましょはい。う。はい、できましたー。じゃーん、こちらー。どうあ、かおーっこいいいい感じねですね。いい感じ、いい感じ。完全に同じセッティングです。うん。リアリアです。おお。いいですね。いいですね。他のピックアップとのバランスは？ああ、なるほど。ちょっと高さ。そうですね。ちょっと上げても上げましょうか。どうだろう。あ、だいぶ、おーでっかいめっちゃでかくなりましたね。びっくりした。こんな変わるんですね。おお、ちょっとアンプ下げていいですか？さっきよりちょっと太い感じというか。するする。ですよね。でもなんかこのストラトで鳴ってる感もすごくあるから。ありますよね。いい。いいですよね。いい感じですね。ちょっと歪ませてみるか。うん。お、どう変えてみた感想。思ったよりハムではないんですけど、はい。さっきのシングルの時よりうんバッキングがしやすそうな音になったというか。はい。これちょっと提案なんやけど、はい。アウトプットジャックのハンダちょっと変えてみない？ぜひ。っていうのも前僕のところ、まあだいぶ前なんですけど、ハンダの交換動画っていうのをやりまして、見ましたアッシュ君とやってて、はい。あん時使ったハンダが実はあるんですよ。ここに全部。あ、それ全部ハンダですか？アルファのハンダ、タッチボーイ。うん。どれする？アルファで。おお。なんかこの匂い違うの分かる？いきましょうか。じゃあさっきと同じセッティングね。これオンで、はい。いきますよ。はーい。どう？なんか、さっきまで、うんこうちょっと噛み合わないとこがあったんです。あ、そうなの？そうなんです。それがさっきより噛み合うようになった感じが。本当？はい。ちょっとクリーン聞いていい？はい。すっきりした。違う。あ、アルファの音や。なるほど。これさ、はい。シングルどうなってる？なんかこう、違う。いい意味で、レンジがキュッとしました。おお、そうかも。ですよね。でも、その上の方キラッてしたとこ出んのよね。出ますよね。こんな変わるんですか？すごー。いや、ちょっと最後思いついてやっちゃったけど面白かったですね。いや、すごいですね。アウトやっぱめっちゃ大事なんですね。大事。うわー、いや、じゃあ今日の改造大成功ということで、ありがとうございます。今日はスペシャルゲストギタリスト森本貴弘くんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。
今日の動画良かったっていう方はぜひ高評価、そしてチャンネル登録よろしくお願いします。それではまたの動画でお会いしましょう。ありがとうございました。おお、撮れた。ありがとうございます。どう？いや、めっちゃいいです。本当？はい。ちょっとさ、そのシングルでさ、ここちょっと軽く。めちゃくちゃいいですよね。めっちゃついてくるようになりました。マジか。はい。やっぱすげえな。さっきまでぶっちゃけちょっと弾きにくかったんですよ。あ、そうなの？なんかね。そう、芝の R 的なことではなくて。R もあれなんですけど、そのタッチ的にも。なんかこう変に力入っちゃってたのがちょっと抜けてきました。すごー。リアはもう一回。あり。やば。すごー。いい意味で、国産っぽさがなくなったんですよ。なんかその結構フルレンジっぽいのがキュッてなって、ちょっと確かに。俺これ絶対合うと思ってんよね。今日は天才ですね。いやすごいよかった。今日本当にこれ最後やりたくて。すごい、ありがとうございます。いやよかったよかった。お疲れ様でした。めっちゃいい。